5人の名前と項目を結びつける。暗記って結構大変だよね。ビンケルマンの忘却曲線によれば、丸暗記は1日経つと4分の3は忘れてしまう。嫌だ、そうなの、どうにかならないの？だから、工夫が必要です。知っていますか？調味料のさしすせそ。さは砂糖をはじめとして順番に塩、酢、醤油、味噌のことです。なるほど、それなら子供でもわかるわね。事前に準備すれば試験は完璧です。試験日は決まっています。皆さんは1秒でも早く正確に暗記する必要があります。さしすせそのようなフレーズをたくさん知っている人が試験で良い点が取れる。なるほど、なるほどね。暗記の近道。それが記憶術の数字ペグ法という暗記のテクニックなのです。ペグ法による暗記の実践例。まずは暗記の準備段階として符号と数字キーを設定します。そして次にさしすせその各々の符号に番号を振り、名前をつけておきます。1番のさはイチロー選手、2番のしは二宮金次郎、3番のすは三枝師匠、4番のせは佐野史郎、5番のそは稲垣吾郎です。覚えるべきその都度項目の例。1は色、2は歯に、3はほへと、4はチリ、5はぬるおを仮にセットしました。さあ、数字キーや符号を項目にリンクさせて覚えましょう。覚え方1、イチローに聞いた。砂糖は何色が好きですか？ 2、金次郎は塩で磨くので歯に虫歯なし。3、三枝師匠は好きな歩兵に酢の物を配る。4、佐野史郎が醤油をぶちまけて自分で掃除。5、五郎は味噌塗りまんじゅうが好物です。記憶のチェック1、イチローの好きな砂糖の色は何？ 2、金次郎の歯に虫歯なし。3、三枝師匠は歩兵の歩が好き。4、佐野史郎が使った掃除道具は何？ 5、五郎の好きなまんじゅうは？お疲れ様でした。以上で、ペグ法の使い方の説明を完了します。あとはあなたの番です。項目2、果物や衣類、身の回りのものなどに入れ替えて、繰り返し試してみましょう。徐々にコツが分かってきます。頑張ってください。腕試しの課題です。5つの果物を暗記してみましょう。リンゴ、バナナ、みかん、レモン、パイナップル。
ビデオを一時停止して暗記するのも良いかもしれません。覚えるべきその都度項目の例。1はリンゴ、2はバナナ。3はみかん、4はレモン、5はパイナップル。以上でセットは完了です。さあ、数字キーや符号を項目にリンクさせて覚えましょう。覚え方1、一郎はバットでリンゴをすりおろしてリンゴを砂糖漬けにする。汗だく。2、金次郎はしょいこのバナナに塩をすり込んだ。3、三子師匠のお歳暮は酢の匂いがする巨大なみかん。4、佐野史郎が醤油をかけたレモンを丸かじり。5、五郎はパイナップルの味噌漬けが好き。記憶のチェック1、一郎が砂糖漬けにした果物は何？ 2、金次郎がしょいこにしょった果物は何？ 3、三子師匠の酢の匂いがするお歳暮は何？ 4、佐野史郎は何に醤油をかける？ 5、五郎の好きな味噌漬けの果物は何？お疲れ様でした。果物の例を使ったペグ法の説明でした。次のビデオでは連想法で同じ果物を暗記するテクニックを紹介します。それでは連想法による果物の暗記ビデオを楽しんでください。5つの果物を暗記してください。リンゴ、バナナ、みかん、レモン、パイナップル、5つの果物を順番に答えてください。1、3、4、5。覚え方の例。あまちゃんがリンゴを頭に乗せ、弓の的になっている。あまちゃんがバナナで魚釣りをする。あまちゃんが素潜りでみかん狩りをする。みかん狩りをする。あまちゃんが雨の日に転んで道にレモンを落とす。あまちゃんが首を痛めて入院。お見舞いはパイナップルだけ。5つの果物を英単語の語源に応用します。一緒にアップルテレビを組み立てる。compose 新商品を提案する。バナナ缶ジュース。propose ソファーで休息する。みかんを食べる。repose 平成から令和へ退位。
平成レモン。depose, タイ depose, ヤを置き換える。パイナップルタイヤ。transpose, transpose. Thank you for your watching this video. See you later. See you later. .語源を覚える基本は、音節を理解することです。Google では、すべての単語のスペルと発音記号が音節で分かれて表示されます。ラテン語源の接頭辞と語根を必ず理解しましょう。ここでは、英語と日本語の音節の違いを最初に説明しています。第一音節に必ず置かれる接頭辞の6種類と、第二音節に必ず置かれる語根の1種類を紹介します。最初に英単語の構成を説明します。例題はアニマルです。構成の1は音節シラブルです。3音節に分かれています。次に発音記号です。音節の区分に従い、発音記号が割り振られます。次に、日本語の音節は4音節になります。日本語はテニオワの位置で意味が変わります。アニマルはアにマルになります。第二音節で切ると、アニに丸になります。次に、英語のサブミットの例を見てみましょう。この単語は英語は2音節に、日本語は5音節になります。ラテン語の語源では、第一音節に来る言葉を接頭辞、第二音節の言葉を語根と呼びます。サブは下にの意味で漢字の辺、ミットは送るの意味で漢字の作りの機能を持っています。サブミットの記憶用当て字の漢字は提出の手辺プラス送るとしました。ここでは第一音節の接頭辞を変える例を5個挙げます。語根のミットは送るという意味ですが、接頭辞により異なった意味になります。最初はコミットです。漢字の人弁にあたるのがコム、コンイコールウィズ、みんなで一緒にの意味があります。コミットの意味は人に共に送るで委ねるという意味になります。漢字は人弁プラス送るです。2番目はパーミットで、語根は同じミットです。接頭辞はパーイコールスルー、通り抜けるの意味があります。
パーミットの意味は通り抜けて送るで許可するという意味になります。漢字は前にプラス送るです。3番目はレミットで、語根は同じミットです。接頭時はリーコールバック、戻るの意味があります。レミットの意味は戻って送るで送金するという意味になります。漢字は後でプラス送るです。4番目はデミットで、語根は同じミットです。接頭時はデイコールアパート、離れるの意味があります。デミットの意味は離れて送るで辞職するという意味になります。漢字は下にプラス送るです。5番目はトランスミットで、語根は同じミットです。接頭時はトランスイコールアクロス、横切るの意味があります。トランスミットの意味は横切って送るで送信するという意味になります。漢字は切るプラス送るです。commit, 委ねる。permit, 許可する、 remit, 送金する、 demit, 辞職する、 transmit, 送信する。